こんにちは。夏にぴったりのパン、今日は作っていきたいと思います。ちょっと食欲がねなくなってる時とか元気ないなっていう時にすごいぴったりだと思いますね。ごめんなさい、私全然食欲なくなってないしすごい元気なんですけどなんか元気ないやつみたいな言い方しちゃったけど元気ない時におすすめでございますね。で、焼き方なんですけど、今日私このねホーローの型でこれふんわり焼けてすごい好きなのでこれでやっていくんですけど、全然何でもよくて丸パン方式でねオーブンシートに引いて並べてもいいし、あとちぎりパンも美味しかったですね。箱作ってなあるやん、箱手作りの作ってやったらいいですね。ではやってまいりましょう。まずお水の準備なんですけど、急にやっぱり暑くなってきて気温もねすごい上がってきたのでちょっとね加減が難しいとこなんですけど、私は今日はぬるま湯35度くらいのぬるま湯で冬場より少しお水の量を減らして作ってみようかなと思いますね。で、お砂糖とイーストを混ぜていきます。いいですね。では今日もボウルで生地作りしていきます。ちょいごでする感じでやっていきたいと思いますね。で、お塩は今日 3g 入れてるんですけど、チーズをねすごいいっぱい入れようと思うのでちょっと少なめ、気持ち少なめぐらいでやっていきますね。で、お水を加えてひとまとまりになるまで混ぜていきます。だいたい1分半ぐらいでなんかこのまとまった感じになったらもうよしとしまして、これぐらいですね、いいと思います。そしたら手を洗ってきて手を洗うまで指示して手洗ってください。やっぱね衛生面がねこの季節大事ですよね。で、有塩バターもちろん無塩で全然大丈夫で、ちょっとでも安い方をと思って有塩でやってます。で、馴染んでくるまで混ぜていきますね。で、途中このバターが出てきてプリプリっとする感じね、これをもう少し通り越してもうちょっといきますね。こう全体に馴染んできてなんかこう感触がね同じ感触になるまで、これぐらいですね。これぐらいまで来たら OK で、ボウルもこのつるっとした感じになったらいいと思いますね。で、整えていきまして、乾燥しないようにラップをしてまず15分ですね、室温で置いていきます。で、こんな感じになってると思うんで、次は生地を叩いていく。叩くとちょっとこう張りが出る感じになるのでやっていきますね。叩いて中に入れる、叩いて中に入れるっていう感じで表面がつるっとするまでやっていきます。今日なんかいいですね、お水の加減ちょっと迷ってましたけど割といい感じにできてると思いますね。で、こっからがちょっとめちゃうまポイントなんですけど、このチーズを生地に混ぜ込んでいく。ちょっと広げますね。包むでもなく上からかけるでもなく、このね生地と一体になるようにするのがすごい美味しかったんですよ。レーズンのチーズバージョンみたいな感じでね、で今日はそれをやっていきます。で、2回くらいに分けて私は包みましたけど、中に入れ込んでいきましたけど、やり方とか全然何でもよくて、とにかく入っていけばいいっていう感じで、この段階で別にまんべんなく広がってなくて全然大丈夫で、成形していく段階でどんどんこう一体化していくんで、ここではとりあえず包んでれば OK という感じで、いいですね。では発酵していきます。目安はだいたいね2倍くらいですね。だいたいで全然大丈夫と思うんですけど、
で時間がね結構気温によって40分から90分ってね全然違うと思うので、本当に様子見ながらで、今日は最高気温34度めっちゃ暑かったんけどあったので40分ぐらいでねこんな感じになりました。でもうよしとしますね。ボールからこのベタっとせずにつるっと出てきたらいいかなと思ってます。で分割していきます。今日私は型に入れたいので8分割しましたけど、丸パンの時はね6分割くらいで、ちぎりパンの時は9分割くらいがなんかちょうどいいかなと好きにしてもろたらと思いますけどまた指示しちゃった好きな数に分割してもろて、でねこんな感じでチーズがちょっとはみ出てたりとかするんですけど、もう全然気にせずに丸めていきます。一応ねこの、チーズが中に入るように気にするんかいちょっとね一応中に入るようにはするんですけど、出てても全然大丈夫で、とにかく丸にしていくっていう感じですね。いいですね。でこんな感じでちょっとねチーズはみ出てきそうになってたりしても、はみ出てても全然大丈夫で、本当にもうあまり気にせずにチーズと生地の塊を焼くっていう感じですね。で10分置きました。で成形する前にちょっと準備しておきます。私はオーブンシートを型にちょっと敷きました。丸パンとかちぎりパンの時は天板を用意しておいて、で成形していきます。って言ってももう一回丸めるだけですね。さっきの10分待つ前の段階でも発酵してしまってもね全然いいと思うんですけど、なんか綺麗にできるかなっていうのとね、表面が張る感じとかね、膨らみが良くなる感じになるかなっていうのでやりましたけど、どっちでもいいと思いますね暑いからさね、美味しくできると思いますね、どっちでもね。で二次発酵していくんですけど、ちょっとこうむぎゅむぎゅっとしてふっくらする感じになればいいかなと思います。その間にオーブン予熱しておきます。今日は30分ぐらいですかね。いいと思います。これぐらいむぎゅむぎゅしてたら。でこっからはもう本当に好きなようにこのまま焼いてももう十分美味しいですし、私ちょっとね今日はお惣菜っぽくしたいのでオリーブオイルを塗りまして、これ分量外のチーズですね。結構たっぷりかけました。50g ぐらいかけました。でねこのダブルチーズね、これも美味しいですよね。これもねかなりたっぷりかけました。でこれだけちょっとやってほしいねんけど好きなようにって言ったのに黒胡椒はすごい美味しいので、これだけちょっとねやってほしいです。なかったら買ってきてほしいですで焼いていきますね。上のチーズが早く焦げるので割と早めにアルミホイルをかけて焼いてみました。いかがでしょうか。美味しそうでしょう。で何気にね今日私ホーローで焼いてるんですけど、ホーローとオーブンシートってすごいねこのスルッと取れるし火の通りもいいしね、すごいおすすめですね。で今日はちょっと熱々のうちにちぎってみました。いやすごいね、どう食欲湧いてきた食欲なかった方私はずっと食欲あんねんけど、そうこのね生地に練り込んだチーズがしっとりなってちょっともっちりしてすごい美味しいんですよ。でブラックペッパーね、おすすめのブラックペッパーかけるとやっぱりね普通のチーズパンとはまたちょっと違う感じになってすごいスパイスな感じになってね食べやすいかなと思いますね。
はい、じゃあ今日はこの辺にしておきましょう。皆さん本当体調にくれぐれもお気をつけて、暑いですけどね、元気に過ごしたいですね。ご視聴本当にありがとうございました。また見てね。バイバーイ。